俺が一言かければ、そこら中から射程が集まるからな。あんまり怒らせんなよ。またそれか。俺はもううんざりだった。虚勢は張らなくていいから仕事をしてくれ。そんな俺の思いも知らず、新人社員はふらふらと寄ってきて、わかったらさっさとコーヒー買ってこいよ。いいか、ほら。先輩であり教育係である俺をパシリ扱いしてきた。社長や同僚たちに迷惑をかけたくない一心で、俺は新人に従うことにした。俺の名前はゆずる、37歳。町工場で金属製品の加工に携わっている。今でこそ真面目な作業員の俺だけど、実は昔はやんちゃばかりしていた。真面目になったきっかけは、この会社の社長に出会ったこと。社長は俺のようなはみ出し者を積極的に雇用してくれる立派な人だ。俺や同僚のハルトのように、工場にはいわゆる元ヤンの連中も数多くいる。だけど悪かったのは過去のこと。少数精鋭の町工場では、目の前の仕事一つ一つが業績と深く関わっている。今では社員一人一人が自分の仕事に責任を持ち、真剣に作業に取り組んでいる。そんな中、厄介な新人が入社してきた。やけに目つきの悪いひょろりとした男だ。名前は直樹。彼の教育係を命じられたおかげで、俺は大変な苦労をすることになった。例に漏れず、直樹も元ヤンだった。社長の古い知り合いからの紹介で入社してきたのだとか。直樹は挨拶すらまともにできず、誰とも目を合わせず、周囲を舐めきっていた。普通の会社なら、こんなにも態度の悪い新人はまず許容されない。けれど、この会社は違う。一見そうは見えないけれど、工場内のメンバーは俺を含めてみんな元ヤン。誰もが通ってきた道なので、直樹の生意気な振る舞いも多めに見てやれた。直樹はとにかく反抗的だった。誰の言うことも聞かないのだ。作業中にふらっといなくなったりもする。探す方の身にもなれと言いたかった。またここにいたのか。作業中にタバコを吸うな。何度言えばわかるんだ。うるせえな。俺は吸いたい時に吸うんだよ。射程呼んでボコボコにすんぞ。射程を呼ぶぞ。これが直樹のお箱だった。何かというと、仲間を呼んで危害を加えると言ってこちらを脅してくる。何でも現役のヤンキーだった頃は、かなり大きなチームのリーダーだったのだとか。ただ工場内の誰に聞いてもそんなチームのことは知らなかったし、もちろん俺も知らなかった。広く名前を売ったつもりでいるヤンキーに知らないは禁句だ。繊細な心が傷つく。俺はあえて深く追求しなかった。とにかく仕事をしてくれればそれでよかったのだ。仕事をする上で大事なことの一つが、メンバー同士のコミュニケーションだ。俺は教育係として積極的に直樹に話しかけ、心を開いてもらおうと努力した。けれど直樹は俺が何を言っても、うぜえんだよと唾を吐くばかり。業務上必要な連絡にまで悪態をついてくるので、俺はほとほと参ってしまった。俺があまり下手に出ていたからだろう。直樹は次第にタメ口を聞くようになった。なあ、おい、俺ちょっとタバコ吸ってくるわ。残りの作業やっといて。待て待て、作業中に持ち場を離れるなって言っただろ。おい、直樹。断ってから吸いに行くようになっただけ前進だ。と同僚たちは俺を励ましてくれた。おおらかな社長と根気強い先輩社員たちに対しては、本当に感謝しかない。俺は責任を持って直樹をまともな社員に育て上げようと改めて心に誓った。ただ障害になったのは直樹のプライドの高さだった。何か一つ注意するとすぐに機嫌を損ねてしまうのだ。アドバイスをするのにも細心の注意を払わないといけない。敵意があって攻撃していると勘違いされかねないからだ。あんまり調子に乗るんじゃねえぞ。俺すぐ射程動かせるんだからな。直樹は自ら自分をヤクザだと言って俺を驚かせたりした。
聞けば杯を交わしてこそいないけれど、その筋の兄貴分と懇意にしているのだとか。それが本当のことだとして社長は把握しているのだろうか。俺は何やら胸騒ぎを感じずにはいられなかった。直樹は入社から2ヶ月が経ってもろくに仕事を覚えていなかった。やたらプライドが高いだけで、決して能力が高い人間ではないのだ。興味のないことや少しでも嫌だと思ったことには全く手をつけようとしない。俺や他の先輩社員がいくら助言をしても全く頭に入っていないのだ。話を聞かないから当然ミスが多かった。直樹がミスをしたせいで作業が遅れることもしばしばあった。そんな時も周囲に一言すみませんでしたと頭を下げることができない。教育係の俺は直樹に与える業務の難易度を極限まで落とす必要があると感じた。つまり掃除だ。工場内をきれいにするという基礎の基礎から改めてステップアップさせよう。けれど直樹はそんな俺からの指示にも反発した。どうして俺が掃除係なんだよ。ふざけんな。舎弟呼んでボコボコにすんぞ。顔を真っ赤にして怒る直樹。そんなに嫌ならちゃんと話を聞いてまともに作業してくれればいいのに。直樹ができない分のしわ寄せは俺や同僚のハルトに及ぶことになった。俺は心優しい同僚たちに対して申し訳なくてならなかった。教育係という役目がこんなに難しいものだとはわからなかった。俺は直樹に気を使いすぎていて、何をどこまで許せばいいかという基準があやふやになっていた。今や直樹は当然のように仕事中でもタバコを吸いに行く。話を聞け、言われた通りにやれなんて上から目線では言えない。直樹が機嫌を損ねるからだ。またすぐに舎弟を呼ぶぞが始まる。実際に彼が舎弟を呼んだことは一度もなかった。おそらく舎弟の存在は嘘だろう。嘘ではなかったとしても人数としてはかなりオーバーな表現だと思う。舎弟というよりは仲のいい後輩が何人か来る程度だろう。何かというと突っかかってくる直樹。そんな彼をなんとか使える社員にしようと努力を続ける俺。そうする中で直樹にもストレスが溜まってきたらしい。ある日俺はイライラした様子の直樹から工場の裏に呼び出された。おいてめえ、あんまりごちゃごちゃ俺に命令すんじゃねえよ。舎弟呼ばれてえのか。そう言うなよ。直樹が仕事を覚えてくれないと業績が悪化するんだよ。うちは少数精鋭の町工場だ。社員一人一人の仕事が数字に深く関わっている。それがやりがいにもつながるわけだけれど、その分個人の責任も大きい。俺は教育係として少しでも戦力になる若手を育てなければならなかった。すると直樹はそんな俺のことを鼻で笑った。何が業績だ。こんな会社がどうなろうと知ったことじゃねえよ。え？知ったことじゃないってなんだよ。どういう意味だ？俺はもっと大きなことを始めたんだ。わかるか？ここはただの腰掛けなんだよ。直樹はヘラヘラと笑いながら工場へと戻っていった。もっと大きなこととは何のことだろう。俺の中の不安な気持ちはどんどん大きくなっていった。俺は直樹の言動に不穏な何かを感じるようになった。同僚のハルトに相談すると、彼は注意した方がいいかもなと眉を曇らせた。直樹は元ヤンで自称ヤクザ。本当にそちらとつながっていたら大変なことになる。でも裏社会とのつながりなんてあったらうちの社長はすぐ気がつくと思うんだけどな。だよな。自称ヤクザは虚勢だと俺も思う。そうなると大きなことってなんだろうな。ハルトは昔の仲間にも協力を仰いで直樹の身辺を探ることを申し出てくれた。俺も身辺調査には賛成だった。何かあって社長や同僚たちに迷惑がかかってからでは遅いからだ。これが後にあんな事件につながるなんてこの時の俺は思ってもみなかった。俺は社長や先輩社員たちの許可を取り、しばらく直樹の好きにさせることにした。
彼のふてぶてしい態度や作業の怠慢に対して何も言わず、タバコも自由に吸わせてやる。掃除をサボるのもタメ口を聞くのも許してやった。一種のガス抜きだ。そうするうちに直樹は俺に対して少しずつ気を許すようになってきた。調子に乗ってパシリ扱いまでしてきたのにはさすがに弱ってしまったが。なあ、おい、ちょっとコーヒー買ってきてくれよ。甘いやつな。この時ばかりは周りの空気がピリピリした。他の社員たちが一斉に立ち上がって直樹を痛めつけそうな、そんな雰囲気だった。俺は大丈夫ですと密かにサインを送り、みんなをなだめなければならなかった。このあえて好きにさせる泳がせ作戦が功を奏したのだろう。ある日直樹は俺に買い物に付き合えと言い出した。ホームセンターで爆買いするんだよ。荷物持ち頼むわ。実際に買い物について行ってみると、爆買いに嘘はなかった。ただその買ったものが問題だ。大量の土、肥料、養生テープ、電気コード。直樹は一体何をするつもりなんだろう。俺の不安は大きくなる一方だった。そしてついにその日がやってきた。休日の昼下がり、直樹が俺を呼び出したのだ。場所は古いマンションの一室。入ってみると、がらんとした部屋の中には先日買った品物がずらりと並んでいた。俺が運ばされたものの他にも資材がたくさんある。プランター、スコップ、照明器具、暗幕。俺は頭が痛くなってきた。直樹の狙いが分かったからだ。おい、養生テープで窓に目張りをしろ。目張り？何のために？光の差し込みや匂いの漏れを防ぐに決まってんだろうが。いいから黙ってやれよ。正直、これ以上の関与はごめんだった。どう見ても直樹は違法な植物の栽培をしようとしている。甘くて青臭い、特有の周期があるというあの草だ。高度な知識や設備がなくても生産できるという噂は俺も知っていた。けれどまさか会社の後輩が栽培に手を染めていたなんて。手慣れた準備の仕方から察するに、直樹は過去にも同じような作業の経験があるはず。教育対象の新人が違法薬物の供給源だったことに俺は強い衝撃を覚えた。とてもじゃないけれど、このままにはしておけない。放置しておいたら社長や同僚たちに多大な迷惑がかかる。俺は作業を進めながら気づかれないようにハルトにメールを送った。作業開始から数時間が経った。室内には土を入れたプランターがずらりと並んだ。ここまでの自分の作業が栽培の幇助に当たらないかどうか、俺は心配になってきた。そんな時だ。ハルトから準備完了のメールが入った。ジュースを買ってくると断って外に出た俺はすぐに部屋に戻って直樹に尋ねた。ヤクザが30人くらいお前に会いに来てるけど、舎弟か何か？え？俺がドアを開けると、こわもての男たちがぞろぞろと室内に入ってきた。驚いて尻餅をつき、そのまま尻で床をすって窓際に避難する直樹。ポカンと口を開けた顔は真っ青だ。ここで誰の許可を得て何をしているのか。と男たちの一人が直樹を問い詰めた。すると直樹はあっさりと違法な植物の栽培計画を話した。しかもハルトと俺が懸念した通り、彼は本物のヤクザとつながりがあったらしい。組織の末端の人間とたまたま知り合い、栽培の具体的な方法を教えられたのだとか。洗いざらい話してしまった直樹と目が合った。彼は俺を呼び寄せた。なんだろうと思ってそばに寄ると、突然直樹は俺を捕まえて首元にスコップを当てた。おい、お前らさっさと出て行け。さもないととんでもないことになるぞ。なんてバカな真似をするんだろう。直樹は俺を人質にとって男たちを追い出そうとしたのだ。ハルトが集めた男たちと俺の間に面識はない。俺に人質としての価値はないのに。
俺は呆れると同時に腹が立ってきた。ここまでの事実が明らかになった以上、直樹の教育係を続ける理由もない。俺は直樹からスコップを奪い、素早く体を入れ替えてその場に組み伏せた。直樹はそのひょろりとした見た目以上に弱かった。突然の反転攻勢に目を白黒させている。俺は男たちの一人に頼んで警察に連絡してもらった。ハルトにも電話してもらえるか？事情を詳しく話したい。なんだ？どういうことだよ。てめえらグルだったのか？そういうこと。抵抗するなよ。絶対に逃げられないからな。窓には目張りがしてあるから開けられない。入り口にはハルトが集めた男たちで溢れ返っている。さすがに観念したらしい。直樹は俺が手を離しても逃げようとはしなかった。やがてパトカーのサイレンが聞こえてきた。こうして直樹は大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕されることになった。彼から芋づる式に栽培仲間が摘発されることになるのはそれから数週間後のことだ。俺が予想した通り、直樹には余罪があった。すでに他の部屋を使って違法な植物の栽培に手を染めていたのだ。営利目的の栽培の場合、10年以下の懲役と300万円以下の罰金が課せられることになる。ただ、栽培に手を染めていたとはいえ、現金化はまだだったらしい。直樹に大した蓄えはなかった。罰金刑は一括現金支払いが原則。支払えない直樹は労役に服すことになった。前科がつき、労役を課せられ、家族や親戚にも迷惑をかけることになった直樹。真面目にうちの工場で働いていれば、こんなことにはならなかっただろうに。誰よりも身近に接していた者として、俺は直樹を憐れまずにはいられなかった。出所した直樹がうちの工場に挨拶に来たのは6年後のことだった。彼は頭を丸めていて、元から痩せていたけれど、今ではもっと痩せていた。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。労役に服す毎日がよほど応えたのだろう。直樹はすっかりおとなしくなって、以前のようなふてぶてしさはかけらもなかった。俺と目が合うと、こちらに向かって改めて坊主頭を下げた。教育係のゆずるさんには特にご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでした。確かに俺が被った迷惑はかなりのものだった。違法な植物を栽培する仲間ではないかと疑われたからだ。なんせ目張りをしたのは俺だし、一緒にホームセンターで資材を揃えたのも俺だった。だから警察に関与を疑われるのも当然といえば当然だった。俺は自分が何をさせられているのかわからなかったと主張して事なきを得た。もしかすると俺まで服役させられていたかもしれないと思うと今でもゾッとする。直樹は今回謝罪と合わせて社長にお願いをしに来たらしい。もう一度雇ってもらえないかというお願いだった。ただ今は人が足りている。社員の募集はしていない。残念だけれど雇えないと言われた直樹は肩を落として去っていった。犯罪に手を染めた元ヤンの哀れな末路、なんとも悲しげな後ろ姿だった。俺たちも一歩間違えば直樹のようになっていたかもしれない。そうならなかった幸運をかみしめないといけないな。俺とハルトはそううなずき合った。現在会社は順調に業績を伸ばし続けている。きっと社員全員の能力が年を追うごとにアップしているからだろう。社長が救いの手を差し伸べてくれたおかげで今こうしてまともな仕事ができている俺だ。今後もこの会社のために全身全霊で頑張っていこうと思う。